時代をつなぐミッシングリンク、フォーミュラ計画、サナリーの歴史。機動戦士ガンダムシリーズの舞台である宇宙世紀において、宇宙世紀100年頃は、アナハイムエレクトロニクスのモビルスーツが、数多く戦場を飛び交っていました。特に、宇宙世紀0090代は、ニューガンダム、サザビー、ユニコーンガンダムにシナンジュといった敵味方両軍のモビルスーツがアナハイムエレクトロニクス社製となり、さらに、宇宙世紀0105のマフティードーランでも同じく、クシーとペーネロペーというアナハイムエレクトロニクス社製モビルスーツの戦いが繰り広げられています。このようにモビルスーツ開発といえばアナハイムエレクトロニクスが独占していた状態でしたが、宇宙世紀0111を節目に新たなモビルスーツ製造メーカーとしてサナリーが台頭し、 F90 をはじめとして F91、F97 通称クロスボーンガンダムといったモビルスーツを開発していきました。今回はそんなサナリーが手掛けたフォーミュラ計画について解説させていただきます。まず、サナリーは初のスペースコロニー宙域サイド1のコロニー建設に関わった企業が元になっており、戦略戦術研究所として地球連邦政府の軍事支出や兵器などの将来的な展開を助言する活動を行っていた企業です。そして宇宙世紀0093に繰り広げられたアムロとシャアの戦いである第2次ネオジオン構想が終結して、半年後組織が再編されて海軍戦略研究所サナリーとなり、ここからモビルスーツの研究開発に着手して機動戦士ガンダムユニコーンの舞台である宇宙世紀0096ロトの開発に成功しました。地球連邦軍はロトの開発にあたり、機体の小型化、兵の輸送車としての機能、高い機動性の確保の3点を要求していたので、これらを満たすためサナリーは独自に研究開発した超小型熱核反応炉を搭載しました。その結果、ロトはアナハイムエレクトロニクスのモビルスーツに比べて出力は劣るものの、ユニコーンガンダムが全高 19.7 メートルであったのに対して全高 12.2 メートルという小型化を実現しました。ロトは地球連邦軍特殊部隊エコーズが使用しており、小型モビルスーツならではの活躍をする様子が描かれています。そんな小型モビルスーツを開発するサナリーに対して、地球連邦軍の主力モビルスーツ開発を請け負うアナハイムエレクトロニクスは、モビルスーツの高性能化に伴い、大型のモビルスーツを開発していきました。宇宙世紀0083のガンダム試作1号機が全高約 18.5 メートルであることに対して、宇宙世紀0093のニューガンダムは全高23メートル、宇宙世紀0105の CG は28メートルとなっています。そのような環境下で、CG が開発される3年前、宇宙世紀0102にサナリーは地球連邦軍に対して軍事費の肥大化を防ぐべくモビルスーツの小型化を提言しました。同時にフォーミュラ計画を掲げて小型モビルスーツ開発を本格的に進めていきます。サナリーのフォーミュラ計画が始まって5年後、宇宙世紀0107アナハイムエレクトロニクスは地球連邦軍にヘビーガンを提出します。アナハイムエレクトロニクスはモビルスーツを大型化させることで巨額の利潤を得ていたという背景から小型化に消極的だったので、ヘビーガンはゼガンをそのまま小さくしたような機体になりました。一方でそのやり方に不満を持つサナリーは独自でモビルスーツを開発する道を模索していき F50D を開発しました。この機体はロトと合わせて F5 シリーズと呼ばれ、装甲戦闘車両タイプとなります。なおモビルスーツバイブルなどではF5 ではなく F50 シリーズと表記されています。F50D のデザインは公開されていませんが、映画機動戦士ガンダム F91 では F50D の修復機とされるガンタンク R44 が登場しています。この機体は二足歩行するモビルスーツ形態とキャタピラで走行する戦車形態という簡素な変形機構を搭載しています。F50D は小型モビルスーツではあるものの実用性が低く、主力モビルスーツとしては採用されなかったので、サナリーは再び開発に注力します。こうして新たな小型モビルスーツの前段階として一般的な18メートル級の実験検証機を開発しました。この機体は当初はコードネームが与えられていませんでしたが、後に F90 が完成したことから F90 の前段階の機体として F89 と呼ばれるようになりました。漫画機動戦士ガンダム F90 ファステストフォーミュラで F90 とともに登場するほか、漫画機動戦士クロスボーンガンダムダストでは F89 を元にした F89 カスタムや F89 のフレームを使用した機体アンカーが登場しています。
F89 での検証を行った後、宇宙世紀 O111 に行われた次期主力モビルスーツのコンテにおいて、アナハイムエレクトロニクスはヘビーガンを改良した MSA0120 を提出し、サナリーは F9 シリーズの1号機 F90 を提出します。その結果 F90 が圧倒的な勝利を収めました。しかしサナリーの機体を量産機として採用するのは時期尚早と判断して、 F90 の評価試験は継続されることになりました。こうして F90 は1号機と2号機の2機が実験船団の A チームと B チームにそれぞれ配備され、テストを行っていきます。 F90 はオーソドックスなガンダムタイプモビルスーツの外観をしていますが、各部ハードポイントにミッションパックを装着することで多彩な任務に対応できる機体に仕上がりました。また疑似人格コンピューターを搭載しているので、敵機の行動の先読みや通常のモビルスーツの3倍の機動性といった効果を発揮します。漫画機動戦士ガンダム F90 ファステストフォーミュラの作中では B チームに配備された2号機を中心にミッションパックの全貌が明かされていきます。そしてミッションパック V タイプの検証を経て、宇宙世紀 O116 にロールアウトした機体が F91 となります。バイオコンピュータを搭載し、最大稼働時には金属剥離効果 MEPE が発生します。ただしこの時点ではバイオコンピュータの調整が終わっておらず、宇宙世紀 O122 を描いたゲーム機動戦士ガンダム F91 フォーミュラー戦記0122にて戦艦エイブラムで運用テストが行われています。その後映画版で描かれる宇宙世紀 O123 のクロスボーンヴァンガードとの戦いではシーブックアノーが登場して活躍しました。こうして戦果を上げた F91 ですが、量産仕様となり数々の派生機体を生み出しています。その一つが F91 ハリソン・マディン専用機です。量産仕様となった F91 が最大稼働できないことに対して、この機体は MEPE を起こさずに最大稼働を行うことが可能になりました。漫画機動戦士クロスボーンガンダムではハリソン・マディンが登場してクロスボーンガンダム X1 との戦いを繰り広げているほか、鋼鉄の7人ではミッチェル・ドレックナーが登場して木星帝国へ決戦を挑んでいます。その他には武装を変更した仕様も存在します。まず F91 バックキャノン装着型です。この機体はベスバーが想定通りの性能を発揮できなかった場合に備えて開発された武装となっており、ビームガトリングガンとミサイルランチャーを装備しています。次に F91 ツインベスバー装備型です。攻撃力を上げるためベスバーが4機になりました。なお機動力の低下を避けるためベスバーに補助スラスターが追加されています。カードゲームガンダムトライエイジでは F91WR が登場しました。F91 にグローアップユニットを組み込んだ重装仕様で、両手両足に小型のベスバーとビームシールドを搭載し、肩関節にベスバーサーベルを装備しています。重武装化により元の F91 よりもサイズが大型化してしまった機体です。一方 V タイプ開発後もテストを継続していた2機の F90 ですが、宇宙世紀 O120 には2号機は紫のカラーリングに変更されています。そして火星圏のジオン残党オールズモビルの襲撃を受けて2号機は強奪されたので、1号機がオールズモビルを追撃します。こうして2号機は火星のジオン軍で回収され F90 火星独立ジオン軍仕様となりました。この機体は外装の8割を交換し、ミッションパック方式を排除してモビルスーツ単体の能力を向上させた機体となっています。これがガンダム悪魔の力よ。激戦の果てに回収された2機ですが、1号機はそのまま修復されており、2号機は大破していたものの動力部や制御コンピュータは無傷だったことから F90 セカンドへと回収されました。 F90 セカンドは同時期に基礎設計を終えていた F91 の技術を転用して完成したので、ミッションパックの運用能力は残しつつもバイオコンピューターが搭載されたり F91 の影響が見受けられる外観となりました。また同時にミッションパック I タイプと L タイプが完成しています。次に F90 の3号機をベースにして F90 セカンドの技術を取り入れて改良した機体 F90 サード Y クラスターガンダムです。F90 を中心に小型モビルスーツ開発を進めるサナリーでしたが、その裏でアナハイムエレクトロニクスが
フォーミュラ計画のデータを盗用しているという話がありました。そのためクラスターガンダムはデータ漏洩を防止するためにコアブロックシステムを搭載し、データ管理をコアファイターに集約しています。なお書籍模型情報169巻には姿勢トップファイターとも F90 は異界とも呼ばれるクラスターガンダムの上半身をコアファイターとブースターパックで挟み込むようにドッキングした機体が描かれています。この機体がどういう位置づけなのかはっきりしていませんが、デザインされた大河原氏がクラスターガンダムがどことなくガンイージと似たシルエットを持っていて、後のリガミリティアの機体につながると示唆する話が記載されています。こうしてフォーミュラ計画では F9 シリーズとして様々な機体が開発されましたが、 F90 シリーズにおけるミッションパックの検証の先に様々なコンセプトに特化した機体が開発されていきます。まず戦車型 F5 シリーズに続く F6 シリーズですが、これは極地戦計画等用モビルスーツというコンセプトが判明しているものの、コードナンバーのみで廃止されています。 F7 シリーズは支援用モビルスーツというコンセプトになっており、 F90 S タイプの量産型として F70 キャノンガンダムが開発されました。強化型のマシンキャノンはビームキャノンなどに換装可能です。ファステストフォーミュラの作中では突如現れた MSA0120 に襲撃される様子が描かれています。なおサナリーはキャノンガンダムを量産する方向で考えていましたが、製造コストや量産能力において連邦軍の需要を満たすことができず、結果としては不本意ながらアナハイムエレクトロニクスへ生産を委託し、再設計された機体 G キャノンが量産されました。 F8 シリーズは汎用モビルスーツとされていますが、デザインは公開されていません。その他にはミッションパック F タイプの先に F97 クロスボーンガンダムが開発され、 W タイプをもとに F99 レコードブレイカーが開発されています。さらに F99 の光の翼の設計思想は後年の V2 ガンダムに受け継がれていくことになります。サナリーはロトに始まり、戦車タイプの F50D やガンタンク R44 を生み出し、モビルスーツタイプとして F89 で検証を行った先に F90 を開発し、 F90 は F90 セカンドやクラスターガンダムに改良していき、様々なミッションパック検証を経て F91 とその量産型や武装を強化した派生機体を開発しました。さらには別のコンセプトで F70 を開発したものの、様々な理由から量産の座をアナハイムエレクトロニクスに譲り、悔しい思いをする一方で F97 を作り出し、木星帝国から地球を守るべく活躍し、後年の V2 ガンダムの光の翼に代表されるような様々な試作武装も作り出している企業として宇宙世紀その名を残すことになるのです。余談ですが、クロスボーンガンダムシリーズはどこまで生死として扱えばいいか議論が分かれることが多い作品となっています。しかし現在進められている F90 ミッションパック A2Z プロジェクトでは、クロスボーンガンダムシリーズの武装や機動戦士ビクトリーガンダムに登場する兵器を意識したミッションパックが続々と登場しています。もしかすると今後クロスボーンガンダムシリーズが宇宙世紀100年以降の生死として明確に結びつけられる日が来るのかもしれません。クロスボーンガンダムのアニメ化まだでしょうか。希望はまだあるはずです。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。